皆さんこんにちは、沼チャンネルの沼です。今回はアパレル販売経験12年の私が未だに心から尊敬している販売員さんトップ3ご紹介していきたいと思います。実際に私がお客として体験してみて、この販売員さんめっちゃいいな、参考にしたい、尊敬するって思えた方がこれまでたくさんいたんですよ。その中でもトップ3、この人今でも参考にしてます、尊敬してますって方を実際の実名、ショップ名を挙げながらご紹介していきたいと思います。そしてただ紹介するだけではなく、そのトップ3の方々から得れた共通点、売れる販売員の共通点が判明したんですよ。それをズバリ最後にご紹介したいと思います。今回の内容が参考になった、いいなって思っていただけた方はぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。第1位の方からの発表です。ユナイテッドアローズビューティー&ユース渋谷公園通り店のスタッフさんでございます。もうこれは堂々第1位。出会いはもう12年前ですね。私が20歳ぐらいの時にあの店いいよっていう風にご紹介されたのが近くにあった渋谷にあるビューティー&ユース神南のお店だったんですよね。まず何がすごかったっていうと、当時私が20歳の頃でもすごく感じられたプロ感なんですよ。でどういうことかというと、距離感といいますか、あまりいらっしゃいませ、どうぞご覧くださいませみたいな感じでガツガツ来ないで、しっかりいらっしゃいませって挨拶は笑顔でしていただけるんだけども、私が求める距離感っていうのを感じながらのポジショニングだったりとか気配りっていうのをしてくれたんですよね。このシューズ、このバンズかっこいいなって思った時に、そちらがどうのこうのですっていう風にさっと歩み寄ってくれて、押すわけではなく離れて、私が実際にこれ履いてみたいな、試着したいなって思った時に、どうぞ履いてみますかってお声掛けをいただいたりとか、そういう私の心を読み解いてくれるというか、遠くでウォッチングをしてくれたんだろうなって今ようやく気づけました。そのウォッチングがあるから程よい距離感、私が求めていたことをキャッチしてくれた。そこで私思ったんですよ。お店出た時に、うわ、この人になりたい、そう思ったんですよね。お名前とか全然存じ上げませんが、男性でちょっとヒゲの生えた、私より全然年上の、当時年上の方でした。でですね、ここにもちょっとストーリーがありまして、私その日にタンクトップを探してたんですよ。タンクトップちょっとやんちゃですよね。しかもただのタンクトップじゃなくて、バスケットボール選手が着るようなタンクトップだったんですよ。これなかなかあんまりないですよね。しかもそれをユナイテッドアローズビューティー&ユースに探しに行った自分というところで、店員さんどう思ったんでしょうね。はい。こんなものを探してますとお伺いしたら、やっぱりないですとお答えいただいちゃったんですね。それで普通終わるじゃないですか。ないならないで終わっちゃうと思うんですけども、少々お待ちくださいませってことで、そのスタッフさんが1、2分ですかね、ストックルームに下がってたんですよ。あ、何かなと思って、裏にあるのかなと思ってたら、紙を1枚持ってきていただいて、それを拝見させていただいたら、この近くにスポーツショップ店がありますと。そちらの地図でございますと。よろしければこちらに伺ってみてくださいっていう風に言っていただいたんですよ。本当にめちゃくちゃ素晴らしいなと思いました。なんか普通なら紙とかじゃなくて一言、あ、近くにスポーツデビューさんがあるんで行ってみてくださいとか口頭で済ましちゃうところじゃないですか。なんですけども、おそらく私を汲み取ってくれたんですよね。もしかしたらこの方はこの近辺のことはご存知ないのかな、これまでの接客の流れでなんとなく汲み取っていただいたんですね。なので口頭ではなくてわざわざ地図、紙で持ってきていただいた。ここで気づけて大事なところっていうのは、気配りだったりとか売り上げにつながらない部分でのサービス、これ本当素晴らしいなと思いました。お、アパレル店員っていうのはこんなことをするのか、衝撃と思ったんですね。私が求めてることに対して自分ができる最大限のことをして差し上げるっていうサービスの仕方、これがすごく衝撃を受けました。私に合わせてくれてるっていうのを感じたんですよね。もしかしたら年配の方だったりとか、この地域を知ってるお客様のような感じだったら、そこまでしてないんじゃないかなと思いました。はい、ということで第1位、この方に出会えたからこそ今の私があると言っても過言ではないぐらい衝撃的な出会いでございました。そして続いては第2位、フルラ幕張店のスタッフさんでございます。こちらの方、何が素晴らしいかというと、商品愛がめちゃくちゃ素晴らしかったです。フルラさんといえばレザーのバッグ、特にレディース向けのバッグですよね、を扱っているブランドさんです。なので私が行かせていただいたきっかけっていうのは、当時友人が彼女さんにプレゼントするのに一緒に付き合ってくれっていう風に付き添いで行ったんですよ。なので私が実際に接客を受けたわけじゃないんですけども、友人の隣にいて、この接客の方すごいなと思ったのがフルラ幕張店のスタッフさんだったんです。とにかく接客がしたいっていうよりは、商品を好きなんですっていうのがめちゃくちゃ伝わるんですよね。説明ではないんですよ。この商品の良さ、ここ可愛くないですかとか、ここ良くないですか、こういう服にあったらめちゃくちゃ可愛いじゃないですかっていうのをめちゃくちゃお話してくれるんですよ。接客ってどちらかというと傾聴、そのお客様が何を求めてるかをヒアリングしながら提供するってイメージだと思うんですけども、それ以上に私好きなんです、可愛いと思いませんか、これめちゃくちゃいいですよねっていう商品の愛がめっちゃ伝わってくるんですよ。頭でインプットしてるっていうよりは、心で
動いて商品知識を身につけれてるって感じでした。これ私のイメージなんですけど、どちらかというと男性の方ってうんちくだったりとか商品知識っていうところで商品の愛を育んでるイメージがあるんですけども、その販売員さんはあくまでも心でバッグの知識だったりとかインプットしてたんですよ。それがですね、私のこれまで出会った販売員さんとまるで大きく違う点だったんですね。自分の接客と照らし合わせてみると、強化品番を売るとかそういう視点じゃなくて、とにかく入荷してきた新作でこれめっちゃかっこいいじゃん、可愛いじゃんって思ったものは力強く接客ができてた自分に気づけたんですよ。なのでそのフルラの販売員さんとの出会い、ほんと衝撃的でしたね。これは売れ筋のアイテムだから売れるとか、商品知識をたくさん覚えてるから売れるとかじゃなくて、自分が可愛いかっこいいと思えてるから売れるんだと思えたんですよ。その次の日から自分の接客スタンスはまるで変わりました。いいと思ったものをとにかく提案しようというふうに思いました。強化品番を売ろう、なんて売ろうっていうふうに目標設定してますけども、そこはしっかりやりつつも、ロットが少ない、数が少ないものであろうとも、私が売りたいものをしっかりご提供するっていうのが一番大事なんだと。商品愛、とにかく大事ですよね。そして続いては第3位。この方も素晴らしい。私がこれまで一緒に働いたことのあるアルバイトスタッフさんの M 君です。誰やねん M 君ってところもあるかと思うんですけども、大学生のアルバイトさんでした。私はついリスペクトしてしまいました。どういうところにあるかというと、本当にこれは私の動画でたくさんお伝えしてるんですけども、一生懸命さでもう本当に素晴らしいなと思いました。スキルとかテクニックでお客様に提供してるわけではなく、今私が自分ができることを精一杯しようという姿勢で毎日やってるんですよ。その結果、成果で実績がめちゃくちゃ出てます。個人の売り上げもすごく高かったし、お客様アンケートのシステムでもたくさん優秀な成果を獲得していたスタッフさんなんですよ。やはり私以外のスタッフさんも目を見張るものがありまして、その背景にはその人のキャラクターに合った接客ができてたっていうところなんですよ。例えば私のような風貌で可愛さだけで推しててもキャラとマッチしないと思うんですよ。ただまだ若手の販売員さんが可愛さだったり一生懸命さっていうのがその人物の人柄にもマッチしてるから、お客様にも伝わりやすいというか、しょうがねえなって気持ちだったりとか、この子に言われちゃったらなっていう気持ちにさせてあげるっていうところが非常に魅力的に感じました。ここで気づけたこととしては、とにかく一生懸命にやる、そして自分のキャラに合った接客スタンスでやるっていうことです。やはりロールプレイングとか先輩方のからの指導とかもあると思うんですけども、それの通りやるっていうよりは、自分はどんな性格なのか、内気なのか陽気なのか、口数が多いのか口数が少ないのかとかあると思うんですよ。その自分の性格の中で目の前のお客様にして差し上げることは何なのかっていうことをやるっていうことです。自分だったらこんな風にしたいな、一生懸命何ができるかな、それをするっていうところがアルバイトスタッフさん M 君から学んだこと、そして今も私が活かそうと思っていることです。販売の仕事も自己分析であると。自分がどういう人なのかであるかによってキャラの通りのサービスができる、いい接客ができるっていう風に私は感じています。はい、ちょっとここから番外編なんですけども、もう一つアパレルと関係ないところ、たくさん私もアパレル業界以外で学ばせていただいてますけども、一つ取り上げさせていただきます。番外編としてはアップルのコールセンターのスタッフさんです。この方がめちゃくちゃ素晴らしかったです。人によるたりするのかな、私も2回ほどコールしたことがあるんですけども、2名とも本当に素晴らしかったです。アプリがちょっとうまく使えないっていう実証が出たので、コールセンターに問い合わせたんですよ。そこでまずしてくれたのが、その問題解決をするためのやり方をとにかく言ってもらうんじゃなくて、ノウハウを話してくれるんじゃなくて、まずは今私が感じてる感情、どんな感情かというと不安なんですよ。アプリが正常通り動かない、これどうなっちゃうのかな、その不安に対してまずは不安を寄り添う姿勢、解決するまでに最後までサポートさせていただきますので、安心してどうぞお付き合いください、それをまず初めに言ってくれるんですよね。うわ、何これ超安心、お願いしますっていう風に、まずは信頼を得ることからスタートするサービス、これめちゃくちゃ素晴らしいなと思いました。あとは先ほどの M 君と同様にキャラに合ってましたね。かしこまった印象ではなくて、お姉さんっぽいとかお兄さんっぽいとか、ちょっと親近感のあるキャラのまま、言葉遣いもちょっと崩しながらもしっかりと伝えるべきことは伝えていただける、私が今感じている感情を優先して話を進めてくれてるんですよ。今の操作まで何か不安はありますか、不明なことありますか、大丈夫そうですねみたいな感じで一つ一つ一緒に歩んでくれてる感じ、これが素晴らしいなと思いました。ということでですね、トップ3そして番外編お話しさせていただきましたけども、これ明確な共通点があるんです。それはとにかく一生懸命さ。どんなスキルの販売員さん、ビューティー&ユースの方もすごくスキル、キャリアがある方だったと思うんですよ。それでもとにかく一生懸命に丁寧にしてくれた。どの接客員の方もとにかく一生懸命でした。2つ目、
キャラに合っているってことなんです。いろんなキャラ、男性女性年齢層ありますけれども、そのキャラクターに合ったサービスをすることでお客様としても汲み取りやすいんですよね。この方ってこういう方なのかな、繕ってないなっていうのがすごく伝わるので、距離感がぐっと縮まる。自分のキャラをまず理解すること、自己分析、そしてそれに見合った接客って何なのかなっていうのを実際トライしてみること、これが売れる販売員の共通点。そしてたどり着いたことは、テクニックで語ってないっていうところですね。サービスしたいとか、この方に尽くしたいとか、自分が商品が好きだとか、そういった気持ちで人を動かせてるっていうところは非常に心打たれました。もしかしたらそれは私の性格上なのかもしれないんですけども、きっと私以外のお客様からも愛される方なんだろうな、そう感じられた4名の方でございました。いかがでしたでしょうか。あなたはどんな方、どんな販売員さんに心打たれますか。ぜひこんな販売員さんっていいよねっていう方があれば、コメント欄でぜひぜひどしどしお待ちしております。今回の内容が少しでも今後に役に立った、そう思っていただけた方はぜひいいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。最後までありがとうございます。それではまた次回。